これ金だわしで取っちゃいけないんですかだとか、このまな板のヘリを使ってうまいことね、工程の差をしっかりと出してからうまい。これは本当にできるだけ多くの人に食べていただきたいなって気持ちになりました。今日はこちらですね、ヒラメ。これね、大きなヒラメを入荷しましたので、普段からね、結構質問いただくすき引きの方法について紹介しようかと思います。すき引きをね、する際は、まずはこんな感じでね、このヒレをハサミでしっかりと切り落としますと。このヒレがね、しっかり落ちてないと、この際のね、鱗をすき引きにする際に、鱗が残りやすいので、結構ね、しっかりこのヒレは根元で切り落とすようにしてくださいと。腹ビレだとか胸ビレ、このヒレも一緒に落としておくと作業がしやすいので、この辺もね、しっかりと落とすようにしてくださいと。ヒラメってね、鮮度がいい場合はこんな感じで、この体表にね、しっかりとぬめりが残っておりますので、そのまままな板に置くとツルツルヒラメが滑りますので、こういうね、ぬめりのある魚を扱う際は、まな板の上にね、キッチンペーパーか何かをかましてから作業をすると魚が滑りませんので、こういった形で作業を進めていくと。ヒレを落としましたら、すき引きを始めていくと。すき引きをする際のポイントは、まずはね、なんといってもしっかりと切れる包丁ですき引きを行うというのが、ポイントの一つですね。すき引きをね、する向きなんですけど、こっちからすき引く方と、こっちね、尻尾を左に向けて、この向きですき引きにする方と、2通りあるんですけれど、これはね、やりやすい方で構わないなと僕は思っていて、僕の場合はね、こっちの縁はこの向きですき引きしますし、こっちの縁はね、今度こう包丁を立てるような形になって作業しづらいので、こっちをすき引きにする際は尻尾をね、こっちの向きに向けて、こういう向きですき引きにするという形で作業していますので、こっちで内で引いても外で引いてもどちらでも構いませんよと。続いてポイントの2つ目ですが、すき引きをする際はこのね、まな板のヘリ、このまな板のヘリを使ってうまいことね、工程の差をしっかりと出してからすき引きにするというのが2つ目のポイントですかね。これはね、どういうことかと言いますと、魚がね、まな板の中央にあって、このヘリをすき引きにしようとすると、どうしてもね、包丁の角度がつかないんですよね。思い切りね、まな板のヘリに魚を寄せて、しっかりとね、手がこっちのまな板より下に入り込むような角度でこう作業をしていくというのがポイントの2つ目ですね。すき引きなんかの作業をする際には、こういったね、さらし、濡れたさらしを1枚手元に置いておくと便利ですんで、例えばね、この内臓が入っている部分がちょっとね、プニプニっとしてすき引きしづらかったりするので、こういった形でね、内臓を浮かせたりするのにも使いますので、さらしを1枚用意してから作業を始めてくださいと。すき引きね、始める際はこうやってね、ここの真ん中のラインからすき引きをする方もいるかとは思うんですが、多くの場合はね、こっちのね、端、このヒレの縁からすき引きを始めた方がなんかね、隙間なく作業できるような気がするので、僕はね、このヒレの際からすき引くようにしておりますと。魚の体ってどうしても丸まっていますんで、こんな感じでね、しっかりとまな板のヘリを利用しながら魚を移動させながらすき引くと。すき引きのね、これ失敗するパターンとしては、どうしてもね、この薄い皮を削ってしまうなんていうパターンが多いかと思うんですが、
もう慣れるしかないといえば慣れるしかないんですが、薄い皮をね削らないための一番のポイントは、包丁を持つ右手、僕の場合は右手なんですけれど、包丁を持つ手の力を極力入れないようにするっていうのがポイントですかね。包丁の持ち手に力は入れずに、こうね、上下の動きだけでこの鱗を切り進めていくと。感覚としては、このね、包丁のこの刃の部分は、イメージとしてはね、この薄皮の上に包丁を置くような感覚でして、これがね、こちらの下の身をね、押しつぶす方向に力が入ると、この薄皮を削ってしまうので、包丁はね、優しくヒラメの表面に置くようなイメージ。この上下に動かす動きで鱗を切り進めていくと。そうすると、比較的ね、表面の皮を削ってしまうということはないのかなと。最初にお話しした包丁が切れることと関係するんですが、包丁の切れ味が悪いと、こうやってね、鱗をすく際にどうしてもね、力が入りやすくなりますので、そうなると、今度ね、余計に力が入って、下にね、力が加わった時に身を削ってしまうという事態が起きますので、なるべくね、切れ味の良い包丁をお使いくださいと。僕の場合はね、これ半分ほど鱗を引きましたら、尻尾と頭のね、向きを入れ替えて、外引きから内引きに変えると。お腹、この部分にヒラメは内臓が入っていまして、この部分はね、非常にすき引きしづらいので、これね、さらしを下にかませて、少しね、こう内臓を張らせるっていうのかな。たわんでる部分に張りを持たせてから包丁を通すと作業しやすいかと思いますので、こういったね、使い方をしてくださいなと。だいぶ進んできましたけれど、あとはね、もう一つ大事なポイントがありまして、ヒラメの表面が、作業してるとね、どんどん乾いてきてしまうんですけれど、このね、表面が乾いてくると包丁がね、こう走らなくなるっていうのかな、滑らなくなってくるんですよね。摩擦がなくなるというか、非常に作業が遅くなるため、なのでこまめにね、一度こう鱗を引いたら包丁を水でね洗いつつ濡らしまして、それから作業をすると包丁がねスルスルっと鱗と皮の間に入って滑っていきますので、このポイントをね意識しながらすき引きしていただければ良いのかなと思いますかね。包丁の切れ味の話と一緒で、包丁がね水分がなくて滑らなくなると無理にね動かそうとして余計な力が入りますんで、そうするとねどうしてもこの下の皮を削ってしまいますので、極力ね力を入れずに作業をするっていうことを意識しながらすき引きをすると、綺麗にね鱗が取れるのではなかろうかということで、こういった形でね全体にすき引きをしましたら、裏返して腹側を引いていくと。この辺多少ね皮が残ってしまう場合があるので、そういった場合はねこんな感じで追加でね、軽く取っておくと良いですかね。ヒラメを返しまして、お腹側をすき引きしていくと。白い面をすき引きにしていくんですが、これねやる作業自体はね先ほどの黒い面と全く一緒ですんで、端からね順々に、すき引きをしていくと。なるべくね力を入れずに包丁のこの上下の動きだけで、上下前後の動きだけで鱗を切り進めていくというのがポイントですかね。ヒラメの場合はなんですが、こっちのねヒラメっていうのは茶色のね黒い面よりこちらのね白の面の方が皮がね薄いんですよね。こっちのね、白の面をすき引きする際の方がこの薄皮を削りやすい。
白の面をすき引きにする際は、先ほどのね、黒の面をすき引きにするときよりも、より慎重にね、力を入れないようにしながら、すき引きをすると良いんではないかと思いますかね。こまめにヒラメを動かしながら、作業をしやすいようにね、角度を調整して包丁を濡らしまして、しっかりと包丁がね、滑るようにしながら、作業をしてくださいなと。これ金だわしで取っちゃいけないんですかだとか、すき引きって何でするんですかと、どっちにしろね、魚の皮を引くんで、すき引きしなくても鱗付きのままおろしても一緒じゃないですかなんてね、質問を見かけるんですが、すき引きっていうのはね、魚に非常に優しい鱗の取り方といいますか、金だわしでこするとね、どうしてもこう身に圧力がかかって細胞をね潰してしまうので、身の痛みがどうしても早くなるんですよね。それに対してすき引きっていうのはね、こちら側に力を加えないので、ほとんど身に負担がかからずに鱗を取ることができると。お刺身なんかにする際は、すき引きの方がよりね美味しく細胞の生きた、状態で魚を、熟成するにしてもね、鮮度を保つことが可能なので、すき引きをおすすめしておりますよと。鱗付きのまま魚をねおろさない理由としては、臭みが出るっていうのはね当然のことなんですが、あとはね、皮を引いた際に鱗がついたままね魚の皮を引くと、まな板に結構ね鱗がくっつくんですよね。鱗がついたまな板の上で魚を扱うと、当然ながらね魚にも鱗がつきますんで、こんな話をするとあれですけれど、市場っていうのはね結構皆さん土足で出入りをする場所で、魚ってね競り場なんかは地面に近い位置にね置かれているので、意外とねこの魚の表面っていうのは汚れている場合がある。その汚れている可能性のある鱗がついたまな板で刺身を扱うっていうのはね、衛生的にいかがなものかというところで、しっかりとね鱗を取り除いて、一度魚をきれいに洗ってから調理をするようにしていると。もちろんね、職場によっては一日にね何百匹と魚をさばかなければいけないなんて職場もあるかと思いますんで、そういうところはね鱗付きのままおろさないと仕事が間に合わないなんて、そんな環境にいるね、料理人の方もいるかとは思うんですが、衛生面を考えるとね、しっかりと鱗を落として魚の表面を洗って、その上で、刺身など、お料理した方がね良いんではないかなと思いますので、職場の事情に関しては何とも言えないところではあるんですが、もしね丁寧に料理したいと思うんであれば、手間でもねこういった作業をしてから、お料理してみてくださいませと。あとはね、この胸びれと腹びれをつなぐラインで頭を落としまして、内臓を抜いて5枚に下ろすだけと、いうことで、今日の動画はねすき引きの方法を紹介する動画ですんで、ヒラメを下ろすのはここまでで、以上でございますんで、魚をね下ろす際の参考になれば良いかなと。楽しんでお料理してくださいませと、以上です。